山をぶち抜くトンネル工事を開通させコンベアー模式キノコの自動搬出をした我らがネッツ。見逃してたけどしれっと島民も100匹超え、さあ地道に開拓を進めさらなる発展を目指すのだおい徴税人がもう待てねえってよ。しまったうっかり忘れてた。石炭と木綿でかさ増ししてなんとか上回る量で出荷しました。金地金使えばいいのに。やだ。ほんと四川度だな。お楽しみの補給ガチャタイム。手回す前に設計図来たのでこちらをゲット。もう一枠はどうする？板も石も余ってるしパンは食べたらなくなる。鈴鉱石もらっときましょ。なお魚の串焼きは燻製所で魚とキノコと燃料で作れる模様。まあキノコが安定供給できるようになってから作るか考えましょ。だな。そんなキノコ農園に増員で入れた動けるデブの枝、動かず待機、一旦解雇じゃ。最初に割り当てたキノコ担当も待機してるぞ。地下の中なのに雨降ってるしほんと意味がわからん。なおこれはただの成長待ちでした。とりあえず生産量も少ないし、地下広げて栽培範囲を広げましょ。この世界の農業未だコツをつかめず。休耕設定してた農地肥沃度77まで回復したっぽい。ちょっと栽培始めてみるか。こっちの埋め立て地はまだ肥沃度最大59の現在54。そしてこれは6日後の未来の映像、かがり火で温めてみたがどちらも変化はなかった。検証しようと色々やってるんだけど、やってる途中で大体のことは忘れております。ダメじゃねえか。そういや干拓した皿に下を掘れば、肥沃な土地があるとか噂も聞いたぜ。そんなめんどいことはやらん。だよな。私にできるのはせいぜいかがり火焚いて冬でも農業やるくらいだよ。さいですか。ただいま隣島では大量の資材を投入して、がっつり伐採や採取を決行中。夜中にやるなよミニキーだろ。明日の朝から働かせるためだから仕方ないの。農地観察と採取効率化をした一日でした。ネズミの服がボロボロ。山道はプラスだから構わん、毛皮でしのげ。ひでえ？ 4 匹月中。労働地獄へようこそ。この高い山に登る権利をやろう。開発計画もない山の木の伐採、ちょっとした刑罰みたいになってる。本日の農業チェック、山頂だけ木綿栽培されず。これはバグっぽい挙動。初年度の木綿栽培は1年で肥沃度がゼロになってたのに、今年は肥沃度残ってる。小屋輪作するか悩むぜ。どうしていいか思考が迷子だよ。農業は、リアルも試行錯誤の繰り返しだ。あらら、ロープも保管したいのに収納小屋が漁網でいっぱいだ。計画的に倉庫建てないからそうなんだよ。そんなわけで中型倉庫を建てようと考えたけど、その前に大きな倉庫がないかを念のためチェック。そうコメント欄で教えてもらって気づいたけど、このティアーさんの市政事務所、先行配信版の特権っぽいぞ。それはちょっとずるっぽいので動画の録画した分が消化されたら制作は2つまでに減らします。まあまだアーリー版だからそこまで気にする必要もねえけどな。見た感じ倉庫も今は中型が最大で大丈夫そうだし、長く使うことも考えて都市計画を考えてきましょ。こうしてレイムはずっと適当にやってた倉庫の整理をやる気になった。まずはお試しで2つ重ねてコンベアが繋げられるかを確認中。持ち上げ階段も重ねられるなら、高層の倉庫も難しくはなさそうだな。入り口前をエレベーターにすれば、コンパクトにも収められそう。だな。てなわけでキノコとトンネルで掘ったものを流してた倉庫を建て替えだキノコは栽培待機中だったしタイミングもちょうどいいぜ。倉庫ぴったりサイズだからコンベア用にちょい掘削しなきゃだ。他の場所でサイズ確認したのに結局測り間違える。うちのレイムさんはやっぱり少し頭が残念な子。補給船が来たぞー。節税のために追い返すか？へへ、実は一番税が重くなる春の徴税を踏み倒してやろうと考えててね。だから補給物資も少し買うつもりなんだ。踏み倒しても追加徴税されるだろ。初期に少ない納税で試したことあったでしょ。次回に追加徴税はされるけどかなり減額されるはず。うまくいくかな？あれ？キノコ農家が活動してる。寒いから停止してるのかと思ってたよ。気温5度だけど成長はしてたっぽいな。もしかしてかがり火焚いてもっと暖かくしたらいっぱい収穫できるのかも。てなわけで徴税踏み倒し計画が始まりました。ただいまの未払い補給物資、セント8。隣島の伐採加速のためにコンベア配置をパワーアップ。相変わらず通勤には時間がかかるが、作業環境は良くなったな。農家さんも農場の上に家建てて、その隣に搬入口とかにしたいけどめんどい。この世界はこだわり出すと延々と修正したくなるからほどほどにしないとだ。キノコ農家のかがり火。キノコ寒さで枯れてます。なんと。でも温まってきた。さあ菌糸を巻いて再度栽培を始めよ。おいちょっと待て、地下で避難って起こしたら一酸化炭素中毒になるんじゃ。みるみるうちに周囲の汚染濃度が。
これあかんやつだ。停止。冬のキノコ栽培は我々には早かったようだ。こりゃクリーンな熱エネルギーを開発してからじゃないと厳しそう。だな。地下では汚染60超えだけど地上は33。密閉するのはダメってことだな。そういえばかがり火とストーブの違いだけど、熱範囲以外にも燃料のストックの量が違います。かがり火は最大燃料6。ストーブは燃料最大8個だけどこれ見ると汚染濃度高いね。燃料6だったら甲府ギルドのプラス1と製作の背中でモテで6個一気に運べるから、担当によってはかがり火もありか。一応ストーブの方が燃焼時間も長いから、上位互換だと考えて良さそう。燃料消費2倍で熱量アップなんてのもあるぜ。燃料運ぶの大変そう。だな。突然ですが私は未来から来たキノコ研究家です。彼女たちは汚染濃度が海藻で変わることを分かってない。上部に穴を開け熱源を用意する。なおストーブ周りは汚染がひどいので、排気量に数マス横を掘るのがいい。これだけでキノコの栽培は可能です。ただしこの方法だと温まる範囲は下に行くほど狭くなるのが難点です。これがキノコ栽培レベル2。原始的なネズミの栽培法です。これはキノコ栽培レベル3。石材で多いエレベーターの入り口を設け遮光してキノコの栽培を可能にしました。石材で多いエレベーターの入り口を設け遮光、屋根を石材の床など作る必要があります。古代ネズミの発明した農法です。これはキノコ栽培レベル4。外にストーブを設置しても石材は熱を通しますので、ネズミたちは安全に作業ができるようになりました。中世ネズミは有り余る石材を使い、高さ2段の石材を使い農場を建てていました。外観を美しくしようと橋を導入するも、遮光できず悩むネズミ。その時中世のネズミは2段目の隙間を切り石で埋めることで手前側も遮光できることに気づきました。そして工業化を迎えたレベル5。屋根も装飾でパワーアップ。ネズミは搬入口も遮光に応用しました。農場の壁で遮光したものもいたようです。こうしてネズミたちは冬でも安全な永続的なキノコ栽培法にたどり着いたのでした。以上未来のキノコ研究家レポートでした。そして話は現代に戻り、追加の掘削工事が完了、ダブル倉庫システム建設開始だー。土地は狭い、高さで補え。1階の倉庫は今まで通りキノコと採掘関連、で2階も採掘で使うつもりでスライド設置してたんだけど、2階に石溜め込んだら石切り工が不便に思えたので却下。2階建ての倉庫は建てたい、でも用途は考えてない、これがうちのレイムさんだ。倉庫を2階建てにしたのはちゃんと理由があるんだよ。倉庫の屋根の高さに合わせこの上の山をすべて掘削する。これが真の目的だー。マジで？わしゃ山を削ってここに城を建てたいんじゃ。この高さに車輪を作るぞ。天下武神だ、露天掘り担当。貴様もこちらの採掘に加われー。こうして山一つ削る地獄のような労働が始まった。採掘された石や鉱物はすべて石切り工横の倉庫に流れるようにコンベヤーで接続。キャンプの目の前に搬入口、だがちょいミスしてる。気づいた君は名探偵だ。吊るしていた材を野ざらしで保管してた跡地、なぜか雪が積もらなかった件。そしてまた板を野ざらしで保管する。ほんとお前はずるっこだな。そんなわけで1日で100個以上石掘る感じになりました。もう数年間はこの重労働の不満が消えることはないだろう。掘り出される石でいっぱいになるのは目に見えている。干拓跡地の凹みが気になる。とりあえずここに捨てておけ。倉庫に近いし割とすぐに埋まるかな？盛り土担当マシマシ。そのうちなんかの役に立つ。頑張って埋めてくれ。隣島開拓のための住居、建てまし。長距離通勤は地味に辛い。ここに通ってるタンブルは現状この家に住んでるから、まあ大して変わらないんだけどね。飯食ったり水浴びしたり街灯来たりと、結局は島の行き来で離島開発は大変だぜ。少しでも楽できるように道くらいは石にしてあげましょ。地道な改善がネズミたちの未来を作ると信じ、今日も改修工事に取り組む。冬の間も植林等の木が育つようにかがり火を建設依頼。つか普通に寒い。採掘も慣れてきて効率良さそうな指示方法が分かってきたよ。ネズミは正面天井床の3段を掘れるので、まずは真ん中を掘ってその後天井そして床を掘る。そして頭で分かってても指示ミスで真ん中だけ指示を外しちゃうのがうちのレイムさんだ。はぁ？まあ島開発なんざ適当でいいんだよ適当で。ネズミたちの不満もガン無視するのが彼女のやり方。さあこの前の一酸化中毒事故の汚染も下がってきたキノコの栽培地を拡張するぞ。真冬の原始的手探りキノコ栽培再開。うほうほ、焚き火で外から温められないかな？残念、土壁は熱を通さないんだわ。もうキノコは放置して採掘で石を掘るぞ。切り石を打って黄金を手に入れた方が実利もある。かじかむ手で山を削れ。トンネル横穴開通、十字路完成。ここをサザンクロストンネルと名付けよう。
唐突な北斗の拳ネタはやめろ、今の若い子たちにはわからねえだろ。そんな北斗の拳リメイク来年配信予定だよ。マジか。なおサザンクロスは日本語で南十字製です。暖房に使う燃料が減ってきた、炭焼き窯、もっと生産急げないのか。原料の丸太は製材所の上、もう少し近くまで運んでやる仕組みがあってもいいな。でも徴税人たちが使う港が邪魔、これ壊せないし移動もできなくてほんと困る。初期配置ミスの悲しみ。で色々いじってたら港の上に道しけたわ。見た目的にはバグっぽい感じになっとるぞ。使用で OK なら OK よ。なんなら港の上に倉庫も行けちゃう。これならアップグレードされた港、って感じに見えなくもないか？高さを上げて2階建てにしてもいいけど面白いからこれで建ててみましょ。これで倉庫が近くなるぜ。こんな感じになりそうろー。植林農場の目の前に搬入口を設置し、港の倉庫まで丸太を直接納品で効率アップ。ラインも製材倉庫と分けたから倉庫の圧迫も予防。トラブル発生。補給線、持ち上げ階段にぶつかっちまってるぞ。避けなさいよ。この見た目は感化できないので仕方なくラインを引き直しました。徴税人の船もぶつかるかもしれん。これ以上南側に港を拡張するのはダメそうだ。港を移動したいです。アプデに期待して待て。残業続きの石切り工、隣の倉庫の石を使い切ったか。でかい石以外の鉱物で倉庫圧迫しちまってる。では最低10個の石を配達させる設定にしよう。あと一旦倉庫を空にして整理するぞ。彼女はずっと適当設定だった倉庫の設定を、やっと真面目にやり始めた。輸送ハブの動きもちゃんと観察したことなかったけど、一応この設定で大丈夫そうかな？完璧には程遠いが少し輸送を学習したレ夢ムであった。そういや補給線で物資購入しました。踏み倒し予定金額が1969にアップした。隣島の島民が食堂に簡単に行けるように整備。港のコンベアー早くも3度目の回収。サザンクロストンネル、見えてる部分の銅鉱石を掘るのだ。細かい指示で銅鉱石を稼ぐ。おい植林灯が真っ白だ。焚き火はどうした？燃料届いてないみたい。でも育った木の伐採は寒くてもできる。我慢して作業を続けるのだ。ひでえ？火盛り人はいるけどなんでだろうね。移動距離もあるから単純に人手不足かもしれんな。近道のおかげで植林島民、兄貴食堂に向かってるぜ。こら応答派、喧嘩すな。そういや応答派植林島に隔離してたな。ジョーの兄貴は反抗的だからマッハパンチが炸裂するかも。応答派、そのうち完全隔離したいぜ。高級茶で賛同マークス。未払い補給額が3000近くに増えとる。払わなきゃタダだ。どうなることやら。残業、楽しい残業。未払い高級茶データ賛同で残業させる悪徳領主の鏡。石切り工が残業するんだ。原料である石を掘るお前たちも残業だ。あ、コンベアーミス、取った。残業で生産をさせるくせにボンミスで生産量を落としていた愚か者の図。まあこれで石も増えるから問題なし。むしろ掘りすぎるんじゃね？そしたら盛り土も残業ね。ひでえ。放置で様子見てたキノコ農家、寒いとやっぱり待機になる模様。あれ？マイナス5度だけど作業始めたぞ。畑を広げたら工作中になったから、多分禁止を巻く前の前段階作業があるみたい。それは寒くてもできるのな。そして今更コンベアーの接続ミスに気づき、溜まってたキノコが倉庫に。いつ直すんだよって思ってた君、観察力抜群だぜ。残業したけど賛同プラス。ちなみに残業中に出るこのボタンを押すと継続して残業可能、通称一生残業ボタンです。怖すぎるだろそのボタン。かがり火が灯らず植林灯がだいぶ寂しくなってきた。天然の木もだいぶ伐採が進んだようだな。ゆくゆくは完全放置で丸太を量産できるようにしたいね。今は地道な改善で開拓を進めるしかないぜ。補給線が来たぞー。一番高いのをもらおう。踏み倒す気満々で草。城建設を目指す掘削作業はこんな感じ。結構な速度で掘り進んでる模様。賛同が余ってる。今日は私が特別に運んでやろう。毎日送り迎えしてやれば、とんがり山の開拓も手早くできるかもしれんな。嫌だよめんどい。飯とシャワー早寝で賛同も増えるぞ。嫌だよめんどい。だよな。私にできるのはせいぜい食堂を増築してあげるくらいだよ。お前倉庫飯のやつすら無視してるしな。現在倉庫飯37匹、でも賛同はあるから問題あるめうちのレイムさんはネズミに厳しいぜ。徴税人が来たー。って大事故だー。何度も直してるコンベアーにめり込んどる。これはもう損害賠償を請求せざるを得ない。今回の納税は魚1匹です。より多くの出荷が必要。知ったことか、私は絶対に払わないぞ。
さあ放置して開拓再開。キコリ、あんたらも残業だよ。まだ寒いけど頑張ってね。徴税人が痺れを切らして出港するぞー。爪の主たちの怒り、義務の未達が繰り返した場合貴様たちは召喚されることになるだろう。はわわわ、次回はちゃんと納税しますんで堪忍してください。怒られたが無傷で徴税無視。その夜、へっへっへ、5852の徴税を踏み倒し成功だよ。次回の追加請求は877だけで済んだようだ。一番損したのは補給物資の配達員だろうね。あいつこっそり冬は追加料金かさ増しするから嫌いなんだよ。ざまあへっへっへ、私の金地金ちゃん、今日も綺麗に磨きましょうねー。黄金のためならどんなズルでもする。彼女の転職は悪徳漁師かもしれない。では冬明け一番のきつい徴税の踏み倒しに成功したところで採掘で削られた島の様子を見ながら今回はここまで。面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。励みになります。倉庫の高さに合わせ天下武神と言い張り趣味である城建設を始めたレイム。この山を削り切るのは何年後か。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。